もし誰よりも大切なその人があなたの死を望んでいたら、遡ること14年前の2009年8月5日、アメリカ・フロリダ州。この日の午前6時前、27歳の女性ダリア・ディポリトはジムで汗を流していました。そんなさなか、彼女の携帯に次のような着信が入ったんです。警察です。ダリアさん、落ち着いて聞いてください。ご主人が何者かに銃で撃たれ殺害されました。電話の向こうの警察官が告げたのは、数ヶ月前に結婚したばかりの夫マイクが亡くなったという知らせ。血相を変え自宅へ駆け戻ったダリア。彼女はそのままそこで待っていた警察の前で力なく泣き崩れるんです。そんなマイク、どうして。しかし実はこの時ダリアは内心北曽炎でいたんです。なぜならダリアは夫の殺害を計画した張本人だったから。夫の殺害を計画し迫真の演技で警察を嘲笑うダリア・ディポリト。この事件の裏に隠された驚愕の真相とは。完璧に思えた彼女の計画には思わぬ落とし穴があったんです。アルゴ X が驚くべきスピードで成長してるよ。ケンちゃんです。みんなに動画投稿した当初からヤミちゃん可愛くなったねって今までずっと言われ続けて、私どこまで可愛くなっちゃうの、ヤミカです。本日ご紹介するのはアメリカのある新婚夫婦を襲った殺人事件についてなんです。いきなり種明かしをしてしまうんですけど、なんとこの事件全て計画したのは妻だったんです。あら、じゃあ犯人は妻ってことで、今日は終わり？今日は終わりです。ありがとうございました。なわけねえだろ。いや、それがね、ヤミコさん、実は犯人が妻だと分かっていてもですね、さらなる衝撃の事実があるんですよ。まずは妻のダリアが夫の訃報を聞きつけるそのシーンから。夫婦に一体どんな事情があったんでしょうか。全てを欲しがる妻。遡ることおよそ14年前の2009年8月5日、アメリカ・フロリダ州。早朝、自宅へ向かって大急ぎで車を走らせていたのはダリア・ディポリト27歳。この日、彼女はジムへトレーニングに来ていたんですが、その最中、警察からこんな連絡が入ったんです。警察です。ダリアさん、落ち着いて聞いてください。ご主人が何者かに銃で撃たれ、亡くなられました。そして、自宅へ戻ったダリアの目に飛び込んできたのは、数人の警察官とキープアウトと書かれたテープ。ダリアはすっかり取り乱した様子で警察官にこう話しかけます。私がダリアです。本当に主人が？悲しげな表情で静かにうなずく警察官。ダリアはその場で肩を震わせて泣き崩れるんです。奥さん、どうかお気を確かに。警察官はダリアを心配そうに見つめながら、ふらふらと倒れそうになる彼女の体を支えていました。周囲に居合わせた誰もが心を痛めるような悲劇的な光景。しかし、実はこの時、ダリアは泣きじゃくる演技をしながらも、心の中で一人、北曽炎でいたんです。何を隠そう、夫の殺害計画は彼女自身が企てたものだったから。本当何を思って夫を殺そうだなんて思ったの？新婚でしょ？なんで？そもそもね、この結婚に愛なんていうのは花からなかったんです。2008年10月、ダリアは仕事を通じて後に夫となるマイク・ディポリトと知り合いました。高校卒業以来、高級物件専門の不動産屋に勤務していたダリア。ただ、マイクとの出会いはこの職場を介してのものではありません。実はダリアは不動産屋へ勤める傍ら、夜は風俗店で働いていました。マイクはその風俗店のお客さんだったんです。ねえマイク、私本当はもうこんな仕事したくないの。でも昼の仕事だけじゃとても暮らしていけなくて。涙ながらに自身の生活苦を語るダリア。この話を聞いたマイクはダリアに惹かれていたこともあり、結婚して彼女を幸せにすることを誓うんです。こうして2009年3月に2人は結婚。裕福なマイクの妻となったダリアは貧しかったその暮らしから救われることになりました。しかし2人の結婚生活は夫マイクが予想していたものとは大きくかけ離れていたんです。おいダリア、これは一体どういうことだ。夫マイクが声を荒げながら差し出したのはクレジットカードの引き落とし明細。そこには一月で使ったとは到底考えられないような金額が記載されていました。ところが苛立つマイクをよそにダリアは表情一つ変えずにこう言い放ちます。綺麗な妻でいるためにこのぐらいは必要なの。あなたも私にずっと綺麗でいてほしいでしょ。そう、ダリアは結婚以来夫のマイクのクレジットカードを使い高級美容室やエステに入り浸る生活を送っていました。彼女が美容やおしゃれにかける金額は毎月500万円以上。このようにダリアは結婚後すぐに夫マイクを金づるとしか思っていないかのように態度を急変させたんです。月に500万って毎月毎月そんな金額何に使うのよ。それもそうだしさ、それをちゃんと払ってるのもあれだし、あとダリアの強欲ぶりもやばいし、全員やばいじゃね。ある日、ダリアは外出先のカフェである男と待ち合わせをしていました。ダリア、久しぶりだな。どうしたんだ急に用があるって。懐かしそうな様子でダリアの向かいの席に座る男。ダリアはすぐに本題を切り出しました。夫が最近無駄遣いするなってうるさいの。ねえ、アレックス。夫の財産を奪う方法はないかしら。
なんと夫に浪費癖を咎められるようになったダリアはあろうことかいっそのこと夫の財産を奪ってしまえと考えるようになっていたんです。そしてアレックスと呼ばれたこの男はダリアの元恋人。ダリアに頼まれたアレックスはすぐにマイクについて調査を進め、彼が過去にビジネスの利益をめぐり投資家とトラブルになっていたことを突き止めます。このトラブルを詐欺だと主張し、マイクの自宅の所有権がダリアに譲渡されるように財務省に働きかけたんです。要するに夫を犯罪者に仕立て上げて夫の財産を全部ダリア名義にしようとしたってことでしょ。でなんでそこから殺人の話に飛んじゃうわけ？意味がわかんない。ダリアが夫を殺そうとしたのは、そもそもそういった計画がうまくいかなかったから。そうだ。結局マイクと投資家の間のトラブルはマイクが利益をきっちり還元したことで解決した問題だったため、詐欺だという主張は認められませんでした。しかし作戦が失敗に終わっても贅沢に歯止めが効かなくなっていたダリアは夫の財産を奪う考えをどうしても諦められずにいました。そして思考を巡らせるうち、ダリアはとうとう最悪の答えにたどり着いてしまうんです。そうよ、マイクを殺せば遺産が手に入るわ。ここからダリアは殺し屋を雇い、ついに夫マイクを殺害する計画に手を出してしまうんです。いやさ、浪費してた時も思ったんだけど、何がどうなったらここまで強欲になれるの？ほんととんでもない女じゃないね。お金のためだったら人を殺すとかさ、別に僕欲は否定しないです。欲があるから人間頑張れると思うんですよね。いい意味で。人殺そうは良くないでしょ。なんでそうなる？やっぱここはね、生活苦を理由に風俗で働いてたダリア。そもそもなんで生活苦なのか。きっと彼女の生い立ちに何かがあったんじゃないか。スラム育ちのカマセイヌ。1982年、ダリアはニューヨークのスラム街で生まれました。シングルマザーの母親に育てられたダリアの家庭は貧しく、その生活は非常に苦しいものだったんです。ねえママ、お腹すいた。毎月母親の給料日に振る舞われる特別なディナーの内容はパンとスープのみ。いつもより贅沢できるそんな日にも用意される食事は極めて質素なものでした。不満げな様子でパンをかじるダリアに母親はため息混じりにこう言います。ごめんねダリア、貧乏人は一生貧乏、お金持ちにはなれないの。母親のその言葉にぐっとした唇を噛みしめるダリア。そしてそんな言葉を聞かされて育ったダリアにはいつしか次のような感情が芽生えていました。一生今のままなんて絶対に嫌。私は金持ちの男を捕まえて必ずセレブになってやるんだから。そう心に誓ったダリアは年頃になると風俗嬢の仕事を始めます。といっても彼女は割のいい仕事だからという理由で風俗嬢をやっているのではありません。ダリアはこの仕事に大金を手にするきっかけを見出していたんです。彼女は風俗店にお金持ちの客がやってくるといつもこう話を切り出します。私本当はもうこんな仕事したくないの。でも昼の仕事だけじゃとても暮らしていけなくて。マイク口説いた時と同じこと言ってんじゃない？そうなんですよ。上等句みたいなことなんですけど、実はこれね、アンダードッグ効果という心理学を利用したテクニックで男を落としてたんです。というわけで本日のメトラキーワード、アンダードッグ効果について。アンダードッグ効果とは不利な状況にある人に同情票が集まり逆転勝利につながる現象のことを言います。日本語に訳すとカマセイヌ。もともとは対戦や選挙などで起きる現象を指していたんですが、現在では恋愛のテクニックとしても有効とされているんです。恋愛におけるアンダードッグ効果は自分の弱みや悩みをさらけ出して相手の同情を誘い好意を抱かせようとするもの。ダリアは自身の生活苦を泣きながら話すことで同情を誘い多くの男性を手玉に取っていたんです。私に言わせればほんとくだらないわね。姑息な手段使わなくてもモテる女モテるのよ。まあね、お金持ちのマイクと結婚しただけでは飽き足らず、彼をね、殺害したダリア。そんな彼女は警察の目をこのまま欺き、計画を実行できるんでしょうか。実はここから真の衝撃的な展開が待っているんです。5000% 確信の計画。自ら殺し屋を雇い、ついに夫の殺害計画を成功させたダリア。警察の前で悲劇のヒロインを演じきった彼女は、その後事情聴取のため警察署を訪れていました。夫は以前投資家とトラブルを起こしたことがあって、ビジネスで恨みを買うことがあったのかもしれません。涙ながらに犯人の心当たりを語るダリアを前に、警察官はただうなずきながら話を聞いています。うまくいきそう。なんだ、警察を騙すのなんて簡単じゃない。ダリアがそう心の中でほくそ笑んだ次の瞬間、ダリアさん、あなたは殺人教唆の罪で逮捕されています。目の前の警察官の言葉にあっけに取られるダリア。警察官の表情から先ほどまでの同情は完全に消え去っていました。何、警察はダリアが真犯人だって気づいてたってこと？おっしゃる通り。では、なぜダリアの逮捕に至ったのか、その経緯から見ていきたいと思います。私が逮捕？どこから情報が漏れたのよ。警察から突然自分が逮捕されていると告げられ取り乱すダリア。そして警察に情報を漏らしたのは他でもない彼女自身でした。なぜなら彼女が夫の殺害を依頼した殺し屋はおとり捜査官だったから。
呆然とするダリアを前に警察官はおもむろにレコーダーを取り出します。あなたとおとり捜査官のやり取りはしっかり記録されています。2009年8月、ダリアは夫の殺害を依頼するため殺し屋との打ち合わせにやってきた。二人は簡単な挨拶を交わした後、早速本題へと話題を移す。当日はどうやって夫を殺してくれるの？人通りの少ない早朝に物陰から銃で撃つのが確実かと。ダリアさんはアリバイ作りのために朝4時頃から出かけてきてください。殺し屋の綿密な計画を聞き、ダリアは嬉しそうに答えた。わかったわ。じゃあその時間帯はジムに行くわね。彼女は夫の財産がもうすぐ自分のものになるという実感から興奮を抑えきれずにいた。すっかり舞い上がった様子のダリアに向かい、殺し屋は念を押すように言った。旦那さんにも周りの人にもダリアさんが関わっていることは感づかれないようにしてくださいね。くれぐれもいつも通り振る舞ってください。するとダリアは自信満々の様子でこう言い返した。任せて、私演技には自信があるの。旦那のことだって簡単に騙してみせるわ。そして彼女は最後に一言をこう口にする。ありがとう。夫の死を 5000% 確信したわ。マイクの殺害計画は以前から彼の命を狙っていたダリアの本性を暴くためのダミー。当然マイクも殺されていません。こうしてダリアは自ら墓穴を掘り、夫の殺害を計画した罪で裁判にかけられることになるんです。これはダリアよりも警察の方が一枚上手だったね。そうっすね。警察の前でね、泣き崩れる演技までしてね、すがすがしいぐらい騙されてますからね。そうね。何してんだよ、ほんと。ポンポン全部見てるよ、みんな。全部見てるからね。悪いことしたら。裁判に際してもダリアはまだ悪あがきを続け、こんな主張をしています。あの殺人計画は全部ネタだったの。テレビでも流れたでしょ。その言葉の通り、ダリアが警察の前で泣き崩れる姿はリアリティ番組でも放映され、 YouTube にもアップロードされていました。しかしそんな言い訳は通りませんでした。だろうな。さらにダリアは夫マイクに必死に助けを求めるも当然のごとく相手にされず、2017年最終的に懲役16年の刑を言い渡されることになります。判決を聞いた夫マイクはにっこりと笑みを浮かべ、皮肉たっぷりにこう言いました。この結果に 5000% 満足しています。ちなみに夫マイクは警察からダリアが自分の殺害計画を立てていることを知らされても驚きもしなかったというんです。彼女は殺し屋を雇う前にも飲み物に毒物を混ぜるなどして夫の殺害を試みており、マイクもその不審な動きにはとっくに気がついていました。貧乏人は一生貧乏。そんな言葉を聞かされて育ったダリアは何よりもお金に執着し、挙句は殺人にまで手を染めようとしていました。マイクとの結婚でセレブの生活を手に入れてもまだ足りないと求め続けたダリア。もし彼女が本当にマイクの財産を手に入れていたら、その人生は満たされたものとなっていたのでしょうか。お金だけを追い求める人生に本当の幸せなどはないように思えて仕方ありません。いやね、皆さん、実は最近アルゴメトリーの姉妹チャンネルで、アルゴ X というね、チャンネルも作ったりとか、アニメある。アニメのね、英語のアルゴメトリーだったりとか、まあ、ひいてはミッドナイトムーンとかね、うんある中で、まあ、本家はね、あれですけど、うん他の姉妹チャンネルね、うんちょっと僕らの力だけだとそろそろ厳しいよねっていうところはあってですね、そこの企画というとあれですけど、裏側を手伝っていただける方だったりとか、そういった方々を募集したいと思います。詳しくはね、概要欄および固定コメントを見ていただければと思います。